はい、どうも始まりました。ゆうきのコーヒー大学。本日はミルクの2杯取りの方法について解説していきたいと思います。これは海外のカフェでの就職を目指す方には必須のスキルです。この動画ではミルクの2杯取りについて細かく解説していくので、繰り返し何度も見て必ずマスターしてください。メルボルンのカフェは1日に何百杯、カフェによっては1000杯を超えるコーヒーを作ります。そんなハイスピードな環境の中で仕事をする上で必須なスキルがコーヒー2杯分のミルクを同時にスチームする2杯取りです。場合によっては3杯4杯と作ることもありますが、今回は必ず押さえておきたい2杯取りについて解説していきたいと思います。それではまず一番最初に必要なことは、ミルクフォームをどれぐらい作るのかイメージすることです。ミルクジャグもこのような1杯取り用のものではなくて、一回り大きいものを使いましょう。2杯取りで一番難しいのがラテの2杯取りです。オーストラリアのラテはこのようにグラスのカップを使うので、ミルクのフォームの厚みが目で確認できます。ラテ1杯作るためには指1本分のミルクフォームが必要です。なのでミルクをストレッチするときは最初にミルクをここまで入れます。そして指2本分ミルクをストレッチしなければなりません。なのでミルクをスチームした後はミルクがここまでせり上がってなければなりません。スチームをし終わった後にもしこの位置よりもミルクフォームが少ない場合はラテを2杯作ることはできないので、明らかにミルクが足りない場合はさっさと作り直しましょう。それでは次にミルクの取り分け方です。スチームする前のミルクがここで、今スチームし終わったとして指2本分のフォームがあり、今ミルクがここまであるとします。ミルクフォームとはミルクをスチームしている間に空気を入れてできたいわゆる泡なので、ミルクフォームは時間が経つと上に移動して液体部分は下に移動して分離します。ミルクをスチームするときはこの中ジャグを使いますが、注ぐときはこのような1杯取り用のミルクジャグを使います。この時大きいジャグから小さいジャグに移し替えますが、まず最初に小さいジャグの9割ぐらいまでミルクを注ぎます。ミルクフォームはミルクジャグの上の方にたまるので、今この小さいジャグにはたくさんのミルクフォームが入っていることになります。つまり今この1杯取り用のミルクジャグにはこれぐらいのミルクフォームが入っていることになります。これではラテを作るにはミルクのフォームが多すぎるので、その余計な分のミルクフォームをもう一度中ジャグの方に移動させます。これでこのミルクジャグにはラテ1杯分のミルクフォームがあります。それではラテを1杯分仕上げます。はい、そして次は2杯目のミルクフォームの取り分け方です。1杯目を作り終えて余ったミルクを中ジャグに戻します。そして先ほどの1杯目を作っている間にこのミルクジャグの中で何が起こっていたかというと、まずミルクが分離しています。そして表面張力によってミルクフォームがミルクジャグの壁の方に移動しています。なのでこうしてミルクジャグを回してミルクジャグの壁に貼り付いていたミルクフォームを引き剥がします。これをしないと2杯目を作るときにミルクフォームが薄くなります。それでは1杯取り用のミルクジャグに移し替えて2杯目を作ります。はい、以上が2杯取りの理論でしたが、実際にこれから一連の流れで見せていきたいと思います。それでは作る前にポイントを確認します。まず必要なのが必要なミルクフォームをイメージすること。そして2つ目はスチームをし終わった後からミルクの分離が始まっていくので手早く作ること。特に1杯目は凝ったデザインをせずにささっと作りましょう。なぜならその間に2杯目用のミルクがどんどん分離してラテアートをするのが難しくなるからです。それでは作ってみます。
以上が2杯取りの理論と一連の流れでした。最後に有機的補足です。ミルクジャグを早く傾けるとミルクのフォームが多く入り、ゆっくり傾けると液体部分が多く入っていきます。なのでミルクを取り分けるときはミルクの注ぎのスピードも意識しましょう。これはラテアートするときにも使える知識なのでぜひ覚えておいてください。以上です。僕のチャンネルでは有益なコーヒーの情報をガンガン発信していきますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。一緒にコーヒーを楽しみましょう。それではまたお会いしましょう。ではまた。